斉藤です。斉藤です。すいません。ということで、よいしょ。本日ですね、初ハッピーワンデーの車中泊ということで、ほったらかしキャンプ場に来ております。はい、めっちゃいい時間になってきました。いいね。現在の時間が6時半っていうかもうすぐ7時。もう7時。やっぱ7時まで明るいね。ね、6時50分。まだ明るいんで、すごい撮影しやすいです。だから明るいからまだ、街もそんなに電気がいっぱいついてなくて、そうだね。まだ夜景は始まってない。始まってない。こちらに、はい、でんハッピーワンデー来ました。ほったらかしまでの坂道が急なんですよ。ルート2つ選べる場所があって、ショートカットで急な坂、遠回りで緩めの坂みたいな。せっかくだから急な方で行ってみようと思って頑張って到着したら、冷却水の温度が上がってますみたいなチェックランプがつきました。冷やしてくださいって、やっぱダメだね。無理させちゃいましたね。無理させちゃいけないですね。緩い方で多分登ってくればつかなかったような気もする。なんか限界値を知っておくって大事ですね。そうだね。だからあれぐらいでダメかっていう風には勉強したんで、次からちょっとあんま無理せずやってみようと思うんですけど、止まっちゃいそうとかはなかったですね。そうだね、止まらないためにも一足で回転数高めで走ってるから、やっぱあんまねよくね、負担かかるよね。そうだね、結局はね。今日はね初ここで一泊してみようと思います。どうやったら快適に寝るレイアウトが作れるかなとかやっていこうと思っております。今日は火を使わない、火を使わず、今回はあえての電気ご飯、電気ご飯。そうですね。はい。焚き火時間あったらやりたいなとは思うけど。そうですね。今日はですね、新しいポータブル電源をお供に持ってきております。はい。でん、こちらです。白が出てるじゃないの。かわいい。かわいいっすよね。こちら、DJI のポータブル電源パワー線ミニホワイトでございます。どうしたどうした。パワー線ミニ。うちもすごい重宝しているバッテリーですよ。そう、これのブラックね。はい。そう性能は一緒なんですけど、このホワイトが出ましたということで、日本限定カラーだそうです。なんと、持ってきました。先にねちょっと機能の説明というか、今日車中泊するにあたって併用したいなと思ってるんですけど、もちろんハッピーワン車の方にもサブバッテリーがついてるから、それでも賄えるんですけど、やっぱね旅行く時は1台ポタ電を持っていきたいなっていつも思ってるので、こうやって外でね、使ったりとかすることもあるし、持ち運ぶのに本当いいしね。サイズ感とこの DJI のパワー線ミニのパワー感、結構ね気に入ってますんで、最初にね説明させてください。今日これも使ってちょっとキャンプしていこうかなと思っております。正面こんな感じ。なんか背景もすごいね。背景すごいですね。DJI パワー線ミニホワイトでございます。スペックが前回のブラックと同じなんで簡単に説明できたらと思うんですけど、名前の通りパワー線ミニなので、バッテリーの容量ですね 1008Wh ということで、中に 1008Wh の電気が入っております。で最大出力が 1000W、 定格出力が 800W なので、機械によっては電子レンジまで動かせる、ケトルも動かせる。そうですね、ホットプレートも動きましたよね。そうですね。ただ1000超えてくるものもあるんで、機種によるかなっていう感じなんですけど、結構高い出力出せるんで、その辺までいけるよっていうのが特徴です。で重量が 11.5kg ということで、だいぶ軽くなりました。いきます、こんな感じ。軽々ではないけど、持てないとかはない、全然違うところに置こうかなって持つっていうのは全然できます。本体サイズが 314mm×212mm×216mm、30センチ、20センチ、20センチぐらい、だいぶ小さくなっております。1000W でこのサイズっていうのが衝撃的だったんですよね、最初ね。でサイクルは4000サイクル使えるということなんで、充電放電を4000回できる。普通だったら10年ぐらいを持つよっていう計算になってます。で USB-C の最大出力が 100W、USB-C がここについてますね。マックス 100W で A が2つここに。前も言ってたけど嬉しいのこれ。そう、これ最高。掃除機コードこの掃除機コードの USB-C がここにねついてるから、これが本当便利で、今ここにカンペ、このパソコン使ってるけど、
パソコンとかにもこのまんま挿したらもう充電できるわけよ。で 100W まで出せるから結構これ便利で使っております。この機能は本当に画期的すぎますね。最大動作高度が 5000m ということなんで、日本では使えない場所ないですね。電力供給温度がマイナス10度から45度、この辺もよっぽどは大丈夫かなという感じですね。これ1000ミニなんで DJI パワー1000っていうのがあるんですよ。ノーマルサイズの。じゃあノーマルサイズの方がでっかいわけなんだけど、何が違うかっていうと、出力、定格出力の大きさとかがやっぱちょっとちっちゃいんですよ。1000W までしか使えませんよっていう。でノーマルの1000V2 っていうのがあるんだけど、そっちの方は体が大きい分 2600W まで一気に使える。1回で要は2600W の電気が出せるから、電子レンジとケトルと両方一気に使えるみたいなイメージ。 USB-C の最大出力も 140W になるので、若干大きくなる。でも本当それぐらいなんですよね、違いって。あとは端子の量がちょっと違ったりしますけど、本当それぐらいだと思います。今日はこれを使って車中泊やっていこうと思うんですけど、これ充電ポートです。から充電で、ここコンセント、この AC ボタンをつけるとコンセントが使えます。ここは走行充電とかを指すところですね。充電もできるしアウトもできるんで、確かドローンの急速充電とか使えるのかな、ここ。でここにライトがついてます。これ弱くなった。こうやって押し続けると明るくなるってことで、これを使っていこうと思うんだけど、今日積み込みしてたら、ちょっと来てもらっていいですか。もうすでにミニのいいところ見つけちゃいました。ここです。これね。中からもアクセスできる収納なんだけど、ここになんと入りました。結構狭いんだけど、スポッてもうこの子の部屋じゃん。かわいい。スポってこうもっと奥までこうやって入ります。おー、いいサイズですね。だからこの状態で中からこれ、上が開くんで、中からこの電気を取り出すこともできるし、外からこう取り出すこともできるし、素晴らしい。ここに場所は決定しました。ぴったりすぎる。やっぱこれが普通のやつだと結構でかくて入んなかったりすると思うんだよね。そうだよね。高さもね、あるしね、結構。すごいいい場所見つけた。しかもなんか色味も白だといい感じで今合いますね。合いますよね。合います。可愛いです。すごく。充電コードと、一応なんか延長コードとか持ってきてる。基本的には車の中に置いとこうかなって、一旦置いちゃおうか。涼しい。寒い。いや寒くはない。にゃにこめりさん、どう快適。コメリの席はこちらです。いいね。助手席を倒してここで寝ております。今日はそんな初車中泊をちょっとどうやってやっていこうかっていう、いろいろちょっとチャレンジしながら動画撮ってってみようと思います。いやー嬉しいです。やっと寝れる。やっとフィールドに出てハッピーワンで車中泊ができる。やっとできますね。1回目です。とりあえず飲みます。飲みましょう。嬉しすぎる。ポタ電は後で炊飯とかやる時に使ってみようと思うんで。そうだね。今日はご飯は炊こうと思ってて、おかずはもう買ってきたんで、そうだよね。電子レンジチンなんですけど、いい感じの時間になってきたよ。キラキラね。夜景が始まりました。虫が鳴いてる。いいね。いいっすね。楽しんでいきたいと思います。だらだらやっていきましょう。じゃあだるだらするわ。でオーニングをつけてもらって。つけた？つけた。なんかこう引っかかる。これか？噛んでたかも。おお。ついた？明るいけどやっぱ白い。撮影には不向きですか？いやそんなことないけど、白い。白い。気になる？やっぱオレンジがいいよね、できたら。だんだん夜景が出てきました。山も綺麗。そういえば富士山見えなかったな。中に入ってきました。こんな感じ。めっちゃ広いです。一応こう横付けしたから電気を消したら夜景が見えるんじゃないかな。よいしょ。うわー、すごい。いいじゃん。こんな感じで。やば。ちょっとまだね。すごい。こっちも車中カウンターバーみたいになってる。本当だね。
で、ハッピーワンのライトが、さっきの、もう、高校と明るいか、これなんですよ。まあ、もしくはこっちの、まあ、これもまあ、だいぶ高校としますよね。そういうの持ってきたんで、そう、これと、あとこっち、同じやつをここに持ってきたんで、この辺こうやって光らしたら、なんかめっちゃバーじゃん。すごい、いい雰囲気に。いい雰囲気。なりますよね。最高。やっぱりあれだね。アウトドア、キャンプ道具のこのランタンっていうのは最高ですね。最高ですね。いい光なんだよね。しかもやっぱ壁がさ、白いから、ランタンが拡散されますね。ファーって回って。ありがたいですね。天井も白いから。はい。天窓にしてもらったから、ここがさ、すんごい硬くなるのよ。これでも聞いたら、この磁石が硬いプラス、熱とかでちょっと固着しちゃうから。なんか怖くてガンってやっていいかわかんなくて、心配になる。だから、この磁石と磁石の間に、なんかマスキングテープみたいなのを貼ると、ぴったりくっつかないって言ってました。よいしょ、来た。いいじゃん、空。空もね。いい、程よい明かりですよ。なんか。空も見えるし、いいですね。最高です。まず炊飯やっちゃいます？そうですね。30分炊くのにかかるから、セットしちゃおうかなと思います。ね、ここ水も試せるんじゃない？お、いいですね。まあ炊くんだったら水道の水でもいいもんね。全然いいです。今日家から水道水入れてきたんで、ちょっと使ってみようかと思います。タンクがこういうタンクなんだけど、こういうやつなんですよね。まあ汚くないんですが、衛生的かって言われると気にする人もいると思うんで、できるだけ生で飲むのはやめようかなと思ってるんですよね、うちもね。沸騰させちゃえば大丈夫じゃないかな。ちょっとまだ僕らも使うの1回目なんですけど、ここに16リッターって書いてあるんだけど、16リッターぐらい入れました。8分目ぐらいまで。なんか排水タンクが16リッターだから18リッターだったから、20以上入れちゃうと、排水より清水タンクの方が多くなっちゃって溢れちゃう可能性があるじゃん。これぐらいにしとこうかなっていう。そうですね、怖いですね。感じなんで、まあなくなんないでしょう。一泊じゃ。はい。炊飯器を出します。ここなんか硬い？若干重いです。私の力の加減が悪いのかもしれないですけど、引っ張る方向とか。これ。あとはカトラリーケース。ナイフとか箸とか全部ここに入ってます。お玉とか。よっ。エアコンもお世話になりました。もう寒くなりました。贅沢じゃない？めっちゃ寒くなった。着いたのが4時半ぐらいだけど、そっからずっとエアコン使ってて3時間ぐらい回してて、85% なんで、すごいね。優秀ですよね。優秀です。消しちゃったら外の空気入れてもいいかなっていうのもあるから、網戸にする？虫の声がいい感じですね。上開けたら風入りそうだね。これだけ。よいしょ。ケトルも持ってきた。まあ、これはできるの分かってるんだけど、200ワットです。ポータブル電源の方が 51% 残ってるんで、この中に500ワットぐらいは残ってるから、まあ、これが消費が毎時200ワットでしょ、の30分で終わるわけだから、100ワットぐらいしか使わない計算なんで、計算的には 40% ぐらいになるんじゃないかなって。ちょっと余分に電力が漏れたりする部分もあると思うんで、炊飯後の電気は 35%。はい。まあちょっと 50% ぐらいで来ちゃったんでね、今日スタートがね。そう。スタートがね、100じゃなかったから。はい。でも 35% で炊き終わるんじゃないかなと思います。はい。果たしてどうなるでしょう。はい。AC はもうついてるんで。はい。もうこっちついてるね。ウォーム。まだ入れてないわ。このね、炊飯器気をつけなきゃいけないのは、この状態でずっとウォームになっちゃうんだよね。そうなの。温めモードみたいな。コンセント入れちゃうとね。そうするともうこっちでほら、この30ワット、40ワットぐらいがずっと減らされちゃうんで、抜かないといけないよね、ちゃんとね。完全に切りたいときはもう繋がないっていう方法しか。抜くんだよね。ポンプか。水ポンプ。出してみて。ちょっと初だからわかんない。これでいいのかな。この辺で。あれ？なんかエラー？でも止まった。来てるね。来てる。一回ちょっと出してみようか。
なんかその1回目がエラーになりがちだよね。そう、1回目が頑張れないがち。エアコンもね、1回目がエラーになったりするんですよ。そう。あとはスイッチを入れるだけです。美味しくなーれ。はい、どうも。207ワット消費中。そこ窓が近いしいいね。そう。うん、蒸気が出て。ジョーなるからね。こうどうですか？インテリアにホワイト。いや、やっぱり私は白が好きだから、合うよね。可愛いし、ここ黒なんだけど、そもそも最初からここは違う色にしたいなって思ってたから、それでも合いそう。確かにもうここ早急に変えたいです。テーブル。そう、なんかちらっぽくない。可愛いんだよ。すごい可愛いんだけど、なんか自分たちっぽくないよねって言ってて。ちょっと今週のどっかで変えれたらいいな。やりたい。ね。今ね、ちょうどクックからガチャンってってウォームになりました。炊き上がるとウォームに移動する。よいしょ。終わったよって。2個はいらないの？がつかないね。当店自慢の山賊焼き。はい。これはチンするだけ。チンして切ってご飯に一緒に食べる用の。こんだけ。あと粒貝、わかめときゅうりの酢の物、ザーサイ。ザーサイ。以上って感じです。十分です。はい。ちなみに、全然 35% どころか 42% あるわ。あ、優秀。本当だ。計算上よりも多く残ってる。あれ、逆こっち。ね、メリーじゃおいで。このクッションが気に入ってしまったんだね、ニコメリは。よいしょ。外は外でゴミ袋があるのですか。豆腐食べたい。あんなにダイエット期間豆腐ばっか食べても豆腐なんて絶対食べたくないってなってたのに、しばらくやめてたら豆腐食べたいってなったわ。めっちゃいい匂い、焚き付け。ひや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 やっこ。この柄袋いっぱいで1500円。柄袋。針葉樹も広葉樹もどっちでも OK みたいな。いいね、それもね、自分の好きな比率で。いいじゃないですか。簡単料理。十分。チュブ貝。めっちゃ豪華ですよ。ね。ラムーっていうスーパーに行ったんですけど。ラムーだよね、今日。本当に安い。いただきます。いただきます。さい。夜景すごいね。すごい。よし。豆腐うま。ネギ買えばよかった。焚き火台を衣替えしました。冬はいつもベルクロートの円を使ってるんですよ。確かに。あれあったかいから。で、逆に夏は二次燃焼のモンベル。暖を取るわけじゃないからってこと？そう。まあ暖ももちろん取れるんだけど、なんかこう少量で燃やして、もうちょっと燃えていったら多分煙も出なくなるから、やりやすいなっていう。温まっちゃえばさ、広葉樹1本ボンって入れといたら。確かに。楽だもんね。もう観賞用にもなるから。しかもこれ1秒節そう、めっちゃ早いから。ガシャンって開くだけ。いい感じ。こんぐらいになってくるとだんだん煙が少なくなってくるかも。1号で十分ね。これ1号？顔洗って歯磨きしました。もうあと寝るだけですね。肝心のベッド展開の方に移りたいと思います。僕ら2人とニコメリ2人っていうレイアウトなので、なんか夫婦2人旅とかだったら結構ここを展開して、ダブルベッドにして横並びで寝るみたいなのが普通だと思うんですけど、ワンコたちのトイレスペースとかも確保したいなっていうのがあって、今回は一応ちょっとチャレンジ的な感じで、僕がバンクベッド、ハルピンがここ、これ展開せずにここ。そうです。もうこの L 字にしてたテーブルもそのまんま。ニコメリさんが、助手席。
っていう感じで、でここの廊下みたいになってるところは、おトイレとか自由に動けるスペースとして置いておきたいと思います。ちょっとそんな感じで作ってみたいと思います。はい。はい。脱力系トイプードルになってる。ここでお休みしてね。はい。お願いします。オッケー。トイレがここ。2個目りのトイレ。うん。ここに置いといてあげると。2個目りの寝床はあそこです。で、次が、じゃあハルピンの寝床。私の寝床はここになります。どっちだっけ？これを使うんだよな。本来は、これをこうやって引き出してベッドにするじゃんか。はい。それやらず、背もたれを使う。背もたれを使って広くなりました。同じように奥側も使ってた座面を見捨てて、使ってた背もたれをベッドパッドのように、もうこんな感じ。そうすることで、キャンプで使う1人分のコットぐらいの大きさにはなります。はい。出来上がり。で、あのテーブルがあっても、私が寝られるはずです。158.9 の私です。足どう？出てないけど。余裕？余裕です。なんならもうちょい上行けるけど、この子はそんな気にならないです。大丈夫そう？オッケー。じゃあこれで。で残されたのは俺。残された俺の寝床。バンクですね。はい。ここに、これを引いて。まあそれを引いてきても扉は開きます。トイレには行けます。あ、そう、なんとか。はい。まず、じゃあハルピンの、はい。これ。シーツ。シーツ。布団ファクトリーさんです。シーツだけ持ってきました。おいで、ダメ。一旦これで試そうと思って。ぴったりすぎるだろ。ぴったり。はい、これシュラフ。私の寝床はこれで完成です。あと俺なんだけど。はい。バンクのベッドのマットがあるんで、それを引っ張ってきます。分割されたマットがあるので、それを引きます。広い。広いよね。なんなら本当は上で2人で2個メリが、この今の下を展開しないで2個メリだけしたっていう案もあったんですけど、一旦これで。ああ、なるほどね。そう、やってみようってことになりました。2個目が上っていうのもありだけどね。寝るとき。今はこの落ちない防止網とかがないので、一旦。ちょっと狭いんで、斜めに。そう、一回やって、タロちゃんが斜めじゃないと厳しいってことが分かったこともあって、私がした。そう。ライトが上にもあります。なので、最後に携帯見たりとか、一応パソコン寝ながらやるとか。広いっすよ。はい、できます。広いよ。めっちゃ広いです。よし、ちょっと帽子。よいしょ。乗り降りはやりやすいかね。これで、よいしょ。こうですね。どうかね。余裕です。余裕。そのカーテン邪魔くさくない？大丈夫？反対のが良かったんじゃない？まあ確かにね。これ斜めでも結構ピッタ当たってます、足。そうね。だから私上行くと、私は縦でピッタだから結局足がぶつかっちゃうかもねってなったんだよね。そっか。まあまあこれで寝れますよ。はい。太郎スペースこれ。ただね、一個もうすでに思ってることはちょっと痛いです。痛い？硬い。多分ね、こっちの私のソファーのクッションよりこれだもん。こっちの方がきついと思う。だから1枚だけ持ってくる。寝てみたらわかるさ。戻ってもらっていいですか？さすがに一緒に寝れないと思う。私は全然大丈夫。本当にしかもサイズぴったり。ね。本当ぴったりサイズなんだけど。じゃあいいじゃんね。硬いかどうかって言われたら硬いのね。ニコメリちゃんといるよ、自分のとこに。本当だ。とりあえずじゃあ一晩寝てみます。はい。快適、多分十分。はい。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。ご飯の時間ですって。ご飯ですって。メリー食べといた方がいいよ。メリー。ソーラーが入ってきてくれてるからだけど、170ワットとか200ワットぐらいで動かせるから、めっちゃ省エネです。ね。私の席から富士山が丸見え。今日も晴れました。富士山めっちゃ見える。ね。最高の景色です。
いやー、いい天気。メリーが食べ終わりました。はいやー。後から参加したのに。すごいですね。メリー戻る。はい、どうぞ。こっち。はい。じゃああんま寝れなかったのかい？いや、全然寝ましたけど。寝た。そう、何回かまあ起きるっていう。うん。なんか痛いまでいかないんだけど、硬いからこう疲れるっていうか、寝返りしないと疲れちゃう。狭さ的にはまあ狭いっすね。縦が。やっぱ斜めに寝ても足が当たるから、まあ本当はこっちで2人で寝れたら、そりゃいいんだろうなって感じ。ニコメリが上に行くっていうパターンもちょっと考えてみたいなとは思う。こう板にもできるから、うまいことちゃんとここに柵ができれば、ね、君たちが上っていうパターンができたらいいんだよ。そしたら多分タロちゃんのそのふかふかマットもいらんもんね。下で寝れば。そう、いらない。このマットごと上持ってって、トイレも上持ってって。トイレも上でできたら一番いいんですよ。着いたら上みたいな。うん。それ何%になった？ 34。お、34で止まってる？止まってる。優秀。一応ケトルつけてみる？多分容量オーバーだけど。朝ワンタンスープ持ってきたんで、あとおにぎり。ポンプ。はい。はい。さて、沸かせるのか否か。AC スタート。いきます。あ、なんとかこの1000ワットで回そうとしてますね。1200ワットなんだけど、1000ワットで頑張ろうとしてる。ついてはいますよ。もう 1% 減った。これは減るの早い。でもさ、すごいね。これいける。飛んじゃったり無理ですってならないんだね。動かないってあるよね。その容量オーバーしてると結構。容量が超えてても、この1000ワットまででキープして、なんとか使えるようにしてくれるのかも。だから電子レンジも動いたのかもしれない。他のメーカーでもその機能あるもんね。ある。あ、それだったらでもめちゃくちゃ便利じゃん。どんどん減っていくがな。まあそれしょうがないで。もう1000ワットいってますから。だって1000ワットで回し続けても1時間は持つ想定だから、30% あったら20分ぐらいは使えるはずなの。ケトル沸かすのに20分いらないでしょ。これさ、硬いんだよ。それも硬いんだ。それで昨日頭打った。自分が跳ね上がって。すごいやん。ありがとうございました。沸きました。めっちゃすごい。あ、でもファンがめっちゃ回るね。優秀じゃないですか。すごい。使えるやん。助かった。疲れたってなってる。あ、すいません。この狭いけどやっぱ立って動けるから。本当すごい普通だけど、一番本当にいいところ。椅子の高さとテーブルの高さが絶妙。そうだね。入れちゃいたい。あ、入れれる。ピッタ。タロちゃんの水の目分量がピッタだった。はい。ということで残り 28%。はい。優秀でございました。落ちると思った俺。かつかないか。一応こっちが1200ワットっていう設定なんですよ。だから落ちるかなと思ったら、こう1000ワットギリギリの状態で運用してくれる。すごいね。いやーよかった。ということでちょっとこれはおそらくこのハッピーワンのお供になると思います。ね、この子の住処も決まりましたし。そうだね。下に入るしね。はい。ご飯食べたら帰りたいと思います。いやー、夕方から来て、こんな感じでサクッと楽しんで帰れる。ありがたい。タロちゃんはどうだった？このまだ一泊。まあ思ったより快適な部分の方が多いけど、まあ狭さもあるよねっていうのは感じるから、また工夫してやっていきたいなっていう感じですかね。ただ外から見た見た目以上の空間の広さは感じるんですよ。そうこうハッピーワンって道の駅とかでよく見てたじゃん、RV パーク行ったり道の駅行ったりしても、1日1回は見るような人気の車なんですけど、まあ外から見るとやっぱちっちゃい狭そうだなって見えるんですけど、で見えてたんですけど、やっぱりこう中にいざ入ると思った以上の広さと、このコンパクトにまとまった機能性があるから、意外と居住性が良くて、まあ寝る時かなやっぱり上が狭いんで、あとこの天井との間も狭いからもう身動き取れないんですよ、ほぼ。
やっぱそこは煮込めりそうになりそうな気がした。なんかやってみて。そうでこう例えばシュラフを片付けるとか、そういうのもできないって、できるんだけど、こうやって力が入んない状態でシュラフ片したりとか、降りてきてやるかって感じだよね。あとは下で寝た時にどうか、それはそれでどうかっていう、ね、そうだからまたやってみてですね、それも。はい。いろいろ挑戦していきたいので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。斉藤でした。ありがとうございました。でやってる間にいい感じでワンタンがワンタンになったと思います。あとこれで、そう。これ高菜俺入って明太子。